こんにちは、ストーンレイクなこです。今日も年賀状を書いていきましょう。2021年牛年用です。ほっこり手作りの今日は一筆画風のものをご用意しております。使用するお道具は筆4本、岩彩絵の具またはご自宅にある水彩絵の具、そして画線紙はがきを使っていきます。まず牛の角と耳を描きます。一筆画ですので絵手紙とは違ってスッと描きます。次に顔の輪郭と鼻を描いていきます。目は垂れ気味に、目のところはねちょっと時間をかけていただいて大丈夫ですが、線に関しては描き加えたりしないで1回で一筆で仕上げましょう。そして牛の斑点模様ですね、こちらを塗っていきます。それから体の背中の部分から輪郭をぐるりと一筆で進ませて、そしてお腹のところを描いていきます。尻尾も忘れないで描いてくださいね。それから体の斑点模様の輪郭を描いて、こちらも一筆でね輪郭を仕上げていきますよ。で、尻尾の部分も一筆で輪郭を仕上げました。次は松の枝を描いています。ちょっと力強く、そして少し時間をかけて描いています。空いているところに松の葉を描いていきます。松の葉の特徴はまっすぐ針のようですね。で、描くコツは外側から内側に向かって描くんですけれども、最初ちょっと止めて、そしてスッと描いていきます。で、こちらのね二塊は正面から見た松の塊ですね。外側から内側に、そしてもう一つ一番最後のこの端っこのは正面から見ているものではありません。で、下のところに牛の下のところに落ちている松葉を描きます。2本ねいつもつながっている、ご縁がありますようにっていうことでね、縁起物ですね。そして松の芯を金色、こちらも縁起のいい金色、明るい色で描いています。松ぼっくりは金色で、こちらはですね2個のものと3つのもの、方向を違えて同じようにならないように描いています。ジェルペンやねお家にある金色の筆ペンで大丈夫ですので、斑点の方も金色でおめでたい感じに仕上げました。今はねジェルペンもねいろんなのがありますので、いろんな金色っぽいもので描くと面白い感じになると思います。お耳はピンク、そして梅もピンクで描きます。お花全部を描く場合は花びら5枚、そして花びらのものもパラパラと描いていきます。それだけで終わってしまうとまるで牛が宙に浮いているように見えるので、牛の下のところに黒い色の絵の具を薄めたものをスーッと引いています。それで影のような感じですね。そしてお花の周りに薄めたピンク色の水の液を置いています。そして葉っぱの周りには薄い緑のお水の液体を置いています。ちょっとぼやっとした感じになっていきますね。はい、だいたい仕上がりましたね。ここで画紙をね書いてみました。初春というふうに私は書いてみましたが、画章でもよろしいですし、寿とかね新年のご挨拶の文言をここに入れるといいかと思います。そして牛年と赤で入れました。今回 3種類仕上げてみました。ちょっとお顔の感じが違うものと、背景がシンプルなものと、でもう一つは周りをね竹のような感じで囲んで額のようにしてみたものと3つ作ってみました。出来上がりです。今日も最後までご視聴をありがとうございました。ぜひ書いてみてくださいね。25日までに投函したら簡単に届くそうですよ。今年はコロナ禍の影響か手書きの年賀状が多いと聞きました。今年は手書きの年賀状なんていかがでしょうか。皆さんの一日が今日も良い一日でありますようにお祈りしています。